第5章有名交通と環境。問い、霊媒ホームの実験がたまたまダービー競馬日に再開し、ついに実験不能に終わったとのことであるが、かかるお祭り騒ぎは有名交通に有害か。悪霊の跳躍。ダービー競馬日のごとき場合には、人間の道徳的均衡が撹乱されているので、我らとして地上との交通に至難を感ずる。かかる場合に北総へむのは低級未発達の悪霊どもである。かの投機的欲望によりて刺激されたる無数の民衆こそは、同じ欲望に燃えている下級霊にとりてまさにあつらい向きの工事である。一部の人間どもは飲食のために前後不覚の興奮状態に陥っている。他の一部は一攫万金を夢見て熱病患者のごとく狂い回っている。他の一部は一切の資産を失って絶望のどん底にうめいている。こんなのはちょっとした暗示、ちょっとした誘惑にも容易に動かされる。よし、そうした劣情が実際的に弱気されるまでに至らなくとも、とにかく人々の道徳的均衡が覆されているのは甚だ危険である。平静と沈着とは悪魔を防ぐための大切な盾で、一旦それに隙間ができれば未発達な悪霊どもが洪水のごとくそこから侵入する恐れがある。問い、しからば国家の大祭日、国民的記念日なども有害か。祭日の悪用。必ずしも有害とは言わぬ。すべては祭日に処する人間の態度遺憾にかかる。羽目を外した興奮、ノリを超えた知識公開、動物的な欲情の満足。人間がこれに走れば、もちろん祭日は有害である。しかし、これは祭日や記念日が悪いのではなくて、これに望む人間の用意に隠るところがあるのである。もしも人々が国家の大祭日にあたりて、肉体の休養と精神の慰安とに心を用いるなら、およそ天下にそれほど良きものはないであろう。過度の労役のために消耗せる体力が、心地よき安静によりて、完全に奔復せるとき、激しき屈託のために鬱屈せる能力が、適宜の娯楽によりて、完全なる働きを取り戻したときこそは、高いの指導者が働きかけるのに、まさに絶好の機会なのである。そうした際には、上の天使たちの威力も思うがままに加わり、いかに凶暴なる魔軍といえども、到底これに一矢を染めえないであろう。せっかくの大祭日が暴飲暴食と、賭博と淫楽とに空費せられることは、たまたま地上の人類が、いかに心霊上の知識に欠けているかを証明するもので、我らとしては全能力を挙げて、その刷新と改善とに当たらねばならぬ。問い、終日、労役に服した後で、有名交通を試むるのも、決して理想的でないと思うが、しかし日曜日はかえって一層、心霊実験に適当せぬらしい。日曜日の不利。現に日曜日は、我らにとりて公的な人は言われない。精神肉体がその緊張を失えば、その反動として反逸性が加倍し、我らとしてこれを刺激して、新規の現象の作成を試むることは、大いにはばからねばならぬ。ことに物理的な心霊現象の作成には、甚だ不向きで、強いてこれを行えば、霊媒の肉体を毀損する憂いがないでもない。なお、日曜日が不適当なことにつきては、他にも特殊の理由がある。汝たちの気づかぬ環境の悪化。これが我らの仕事を困難ならしめるのである。食事の前後に実験を行うことの不利は、すでに汝の熟知せるところであろう。要するに我らの求むるところは、受動的な敏感性であって、かの怠慢と無感覚より来たるところの単なる受動的状態ではない。刺激性の酒類を飲みながら、鈍重な食物で胃腸を満たしたときに必ず随伴する、かのうとうとした状態。我らにとりて、これ以上始末に追えぬ状態は滅多にない。刺激性の飲料は、ある場合には物理的現象の補助となるかもしれない。が、それは我らにとりて大々的障害である。なんとなれば、それは物欲にとらわれたる悪霊のために、門戸を開くからで、我らの懸命の努力も
到底これをいかんともすることができない。サークルを組織する立会人中のただの一人がそれであっただけでも、しばしば万事水泡に着せしむることがないではない。これを要するに日曜日は心身の安逸と過度の飲食から来る無気力無感覚とか伴いがちであるから、心霊実験にはあまり面白いとは言われないのである。問い、食物の欠乏から来る心身の衰弱はいかが。節制第一。我らの推奨するところは、ただ節制の一語に尽きる。肉体が食物の補給を必要とするはもちろんなれど、ただそれが完全に消化した上でなければ、高齢実験を試みてはならぬ。次にまた精神肉体が睡眠を求め、休養を求むる時にも、また疾病苦悩に煩わされている時にも、我らの認可を受けた上でなければ、なるべく高齢を差し控えるがよい。同様に肉体が食物で充填しきっている時も、とかく下級霊のために先手を打たれがちで甚だ困る。かの物理的心霊現象でさえもが、そうした場合に起こるのは、概してお粗末で、生命優雅の要素に欠けている。いずれにしても、極端に走るのが良くない。断食のために消耗しきっている肉体も、少しも使いよいとは言われないと同時に、断位飽食によりて、エゴエゴしている肉体も、甚だ面白くない。友よ、もしも我らの仕事を、容易ならしめ、最良最上の成績を上げんとならば、すべからく高齢界には肉体が健全円満で、感覚が敏捷で、その上心が受動的である理想的な人物を連れきたれ、その時は予想以上の華々しい仕事ができる。さらにまたサークルを組織する立会人たちの気分が十分調和していてくれれば、一層申し分がない。高齢界の席上に出現する輪行でさえもが、右に昇るごとき好条件のもとにありては、青くさえ渡って煙がない。これに反して条件が悪ければ、その光が鈍く汚くくすぶっている。中。当時、モーゼスの高齢会場には、たくさんの輪行が現れ、好条件の時にはその色が透明で、青みがかった黄色であり、叱らざる時は赤っちゃけてくすぶっていたとのことである。表釈。ここに説いてあるところは、まさに有名交通に関する最も親切にして要領をつかめる虎の巻と称しても決して過言でないと思う。心霊実験に何の理解も経験もない者は決まりきって霊媒のみを責め、全てがこれにかかっているように考えるが、これはとんでもない心得違いである。環境が悪ければいかなる命令媒だって施す術がない。それはちょうど空中放電その他の場合にラジオに故障を生ずると同様であろう。これと同時に霊媒の方でも常に最大の注意と節制とを守るのが必要で、どんな天分の優れた人物でも一旦堕落したが最後、ろくな働きはできなくなるに決まっている。肉体が健全で感覚が鋭敏で、その上心が受動的。誠に困難な注文であるが、実際それでなければ完全に権威の境を突破して白体に光り輝くような優れた通信、優れた現象は得られそうもない。断食に対する注意なども非常に穏当な意見である。バラモン式の難行苦行がむしろ百平のもといであることは、私自身の経験から言っても動かしがたいところである。日本にはまだそうした壁原の捕虜となっているものがなかなか多いらしいから、特にこの一生の精読を希望してやまぬ次第である。